こんにちは、さゆりです。今回は日本の地方都市に住むメリットとデメリットについてお話しします。私は日本の四国、香川県の高松市というところに住んでいます。結構自然の動画とかを撮っているんですけど、そんなに田舎じゃないです。地方都市といってある程度行政機関、役所とかも整ってるし、文化的な美術館とか博物館もたくさんあるし、そんなに小さい町ではないんですけど、もちろん東京や大阪などに比べたら比較的小さいと言える、町だと思います。で、ここの人口は42万人です。アメリカのミネアポリスと同じぐらいの人口です。こういう日本を紹介する時の動画って、いいことしか言わないと思うんですけど、私が住んでみてちょっとここは都会の方がいいかなと思ったデメリットも話していきたいと思います。これは日本だけに限らず世界共通のことだと思います。まずはじめに外国で経験したことがないことを話します。一つ目はですね、暴走族の音がうるさいですね。バイクに乗る人の騒音が結構うるさいです。で、私は海の近くに住んでいるんですけど、やっぱりバイクに乗る人たちは海の近くをよく走るんですね。走りやすいし、やっぱり海の風が気持ちいいじゃないですか。だから夜になると結構バイクの音がうるさいんですよね。で、エンジン音だけじゃなくて、ふかしブンブンってやつ、ちょっと私あんまりバイクのことわかんないんですけど、そのブンブンってやつを大げさに必要以上にするので、時々夜寝てる途中に起きちゃったりすることもあります。だからそれが結構大変というか、東京に住んでる時は経験しなかった、ことだったので、少しびっくりしました。バイクだけじゃなくて車社会なんですね。結構地方都市とかあと田舎は、車がないと生活できないっていう人も結構います。私が住んでるところは平地が多いので、頑張れば自転車でどこでも行けるんですけど、車がないと生活できないっていう人も結構います。それはライフスタイルの違いだと思います。車を持つ、となると車に関する費用がかかります。駐車場代、ガソリン代、車検代ですね。車検っていうのは2年に1回ぐらいあるんですけど、結構な額をたくさんのお金を払って車を点検してもらいますね。あと保険代とかあるので、車を持つってなると高いかなと思います。ごめんなさい。今まずデメリットから話してます。いいことも最後にちゃんと言うので最後まで見てください。はい。で、次、仕事ですね。仕事はやっぱり都会と比べて安いですね。賃金が安いです。最低時給っていうのが法律で決められているんですけど、これは都道府県によって違います。で、東京の最低賃金が1041円です。で、私が住んでいる香川県の最低賃金は、848円です。これは全国でも結構低い方です。47都道府県あるんですけど、30位ですね。低い方です。なので、もし地元の企業に就職したりする場合はちょっと給料は下がってしまうのかなと思います。その分ね、生活費も安いんですけどね。で、一番いいというか一番美味しいのは大企業に勤めて東京とかの本社がある大企業に勤めて地方転勤っていうのがいいと思います。都会の給料をもらいつつその地方都市とか田舎で暮らすのは結構いいと思います。これはどこに行ってもそんなに大差はないと思うんですけど、人間関係が独特ですね。都会の人間関係とは少し違ってきます。都会の人間関係よりも少し近いですね。距離が近いです。だからいつ結婚するのとか子供はいつなのとかそういう質問とかも普通にしてくる人もいます。そうですね。だから簡単に言うとマイノリティにそんなに優しくないのかなと思いますね。私もマジョリティな方の日本人じゃないと思うんですね。職業も自分でやってるフリーランスだし結婚もしてないし
そうですね、結構田舎だと若い時に結婚する人が多いんですけど、この年でも結婚してないし、平日の昼間にうろうろしてるしそうすると出会った人たちとかに「え、何してるの？」とかちょっと変な目で見られるんですね。都会に比べたら聞いてくる人がいるかもしれないって話ですね。都会でももちろん聞いてくる人はいると思うんですけど、田舎の人の方がそういう話題は好きかもしれませんね。ちょっと目立つ人とか、ちょっと普通じゃないような人ちょっとユニークな人がいたら、ちょっと目立っちゃうっていうのは都会に比べて比較的あるのかなと思います。でもね、別に気にしなければいいので、別に自分が良ければそこはね、悪いことはしてないと思うので全く問題ないです。そのもう一つの人間関係なんですけど、やっぱりニッチな趣味とかニッチな職業の友達ができにくいってことですね。東京だと、人がたくさん住んでるから、同じようなことに興味を持っている人もいるんですね。でも地方だと人口がもともと少ないし、そういうことに興味がないとか、そういうこと知らないっていう人も結構いるので、友達とかその人付き合いの面でちょっと難しいかなと思います。でも一度仲良くなるとすごく良くしてくれるので、そうですね、悪いことじゃないと思います。でもその見つけるのが結構難しいんですね。私は今のところ困ってないんですけど、例えばヘッドフォンが好きだとするじゃないですか。めちゃくちゃヘッドフォンが好きで、東京に行ったらヘッドフォン専門店とかあるんですよ。でそのヘッドフォンが、並んでて、それを聞き比べることもできるし、そこで、たくさんヘッドフォン好きが集まってるから交流することもできると思うんですね。でも、田舎だとそういうニッチな商売っていうのはあまりうまくいかないので、そういうお店もないですね。ほとんどないです。もしかしたらあるのかもしれないですけど、自分のその分野、自分が興味のあるものがあるかはちょっとわからないです。でも東京に行ったら絶対になんかありますはいこれまで悪いところをたくさん話してきたんですけど、いいところも軽く紹介します。今までいいところをたくさん言ってきたので、もう聞き飽きたって人は飛ばしてもいいです。いいところは何度も言ってるように、自然が近くて食べ物が美味しいですね。で、空気も美味しいです。私が住んでいる地方都市は高松市なんですけど、空港も近くにあるし、バスもたくさん関西方面にも出てるので、関西とか、東京とか、全然アクセスは悪くないですね。行こうと思ったらすぐに行けるので、都会に行きやすいという点でも悪くないと思います。あとこれが一番推しポイント、自分のおすすめポイントなんですけど、ここに限った話なんですけど、海と山と川があるんですね。そして島もあるんですよ。だからちょっと気分を変えたいなと思ったら島に行けばいいし、ちょっとなんか足腰を鍛えたいなと思ったら山に行けばいいし、なんか泳ぎたいなと思ったら島に行って泳いでもいいし、そこら辺でも泳げるのでいいですね。あと川は車で1時間ぐらいのところにラフティングできるスポットがあるんですね。結構世界的にも有名なラフティングスポットがあるので、そこに遊びに行くこともできるし、でもその自然だけじゃなくて美術館もたくさんあるんですよ。ここは世界的に有名なモネとか、わかりますかね。世界的に有名なアーティストの作品があります。はい、たくさんあります、美術館は。あとはさっきも言ったように、私が住んでるとこは平地が多いので、自転車でどこでも行きやすいです。雨が少ないので自転車にも乗れるし、過ごしやすいですよね。雨が全然ないわけじゃなくて、あまり降りません。で、波も穏やかです。だからサーフィンはちょっとできないんですけど、その代わりにサップとかカヤックとか、そうですね、なんかヨットやってる人もたくさんいますね。なのでそのマリンスポーツもできます。サーフィンは2時間半ぐらい車に乗って、隣の県まで行けばサーフィンスポットがあります。
地方都市なので都会から来た転勤族の方、会社の転勤でここに住んでる方も多いし、ここが気に入ってここの魅力に惹かれて移住してきた方もいるので、そんなに移住者に厳しくない、ので住みやすいかなと思っています。完璧な場所なんてないし、全ての場所にいいとこも悪いとこもあると思います。でも私は今ここでの暮らしがとても快適で気に入っています。でもね、時々東京とか大きな都市に行かないと、何ですかね、平和ボケしちゃうような気もするんですね。自分の中でここは楽園のような場所で、あんまり大変なことがないんですね、生活の上で。だから時々東京とかに行って冒険するのもいいかなと思ってます。あと東京にはたくさん、美術館とかその博物館があるので、それもやっぱ東京はいいですね。で、近々東京に行きたいと思っているんですけど、まだ計画できてません。でも生活するのは地方都市の方が自分には合っていると思います。皆さんはどんなとこに住んでいますか？大都会もしくは地方都市もしくは田舎に住んでみたいですか？もしよかったら皆さんの意見を教えてください。じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。